正弘のうまいのなんのうまいのなんのの正弘です。今回は上野のポンタ本家です。ポンタといえばカツレツ、これだけとんかつが有名になりましたが、とんかつの元祖って言われてるんですけども、明治時代に、銀座の煉瓦亭、上野のポンタ、ここからとんかつが始まったっていうふうに言われてます。ただしその時とんかつとは言ってないんですね。カツレツって言って、でそのカツレツの元になったことはコートレットっていうところからカツレツってなったらしいんですが、もともとはウインナーシュニッツェルっていうオーストリア料理、もしくはミラネーゼ、ミラノ風カツレツっていうイタリアン、そこの影響を受けて海外からやってきたものがご飯に合うようなとんかつにいつかなっていったんですが、一番初めは子牛を使ってたんですね。でそれを真似して豚肉も叩いて薄く伸ばして神カツとかペチャカツとかいうカツを出してたお店も昔々あるんですけども、なんとポンタさんのカツレツはとても分厚くて脂身のとこが全くなくて、つまりロースを使いながら赤身だけで揚げたとんかつなんですね。脂身どこに行ってしまうかっていうと、それだけを一生懸命集めて自分のところで自家製のラードを作って、でその自家製のラードで共揚げをするカツレツなんですね。東大の店主の島田さんにカツレツという言葉の語源と、それからいまだに脂身をきちんと取ってカツに揚げてる、そういう仕事ぶりがどれだけ大変かっていうようなことも含めて、ちょっと私もカツレツに対する面白いアイデアっていうか、ひょっとするとカツのもともとはヒレカツから始まったんじゃないかなっていうことをちょっと思いがありまして、それを店主の島田さんにぶつけてまいりました。お聞きください。うまいのなんの。島田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうずっとから、先代からそうですね、お世話になってるんですが、入る時はすごく恐ろしかったです。建物がこの前の建物なんですが、新しいお店になっても、ドアがとてもしっかりしてて重たい、いや入るのに度胸がいるっていう感じなんですけど、前の時は経木絵にこう墨で書かれたメニューで、値段がついてない。そうですね。恐ろしいなと思ったんですが、あれはやっぱり自家のものが多いからっていうことなんですかね。初代が最初はメニューがなかったんですね。なかった、で当時品物の揃う揃わないもありましたので、本日の揃ったものの中で、ご予約の方だけを営業してたっていう時代だったんです。なるほど。つまり常連というか知ってる方だけが。そうです。最初はもう完全予約のお店だったんですね。で昭和に入りまして、一品料理という形にして競技にメニューを書いたんですけども、ほとんどのお客様が皆さんをご馳走する感じのお客様だったんですね。なるほど。逆にそのメニューに値段があると、その招待された方の人たちが遠慮なさるっていうことで、もうあれがもうずっと普通の感覚で、ご接待にも使われることが多かった。あとここら辺は町衆の旦那衆がそうですね、結構いらっしゃいましたんで、ですから昔の話なんですけども、先に現金をドンと置いていただいて、なくなったら教えてくれというお客様も何人かいらっしゃった。でもそれは言ってみる当たり前のやり方ですよね。そうですね。町場の特に下町の。そうですね。自分の食べたいものを食べてくださいという感覚だったんですけどね。そこでカツレツと堂々と書かれてて、横にはフライものが書いてあって、タンシチューっていうのもありますよね。で他のお店だともうとんかつなんですが、カツレツっていうのをずっと守ってらっしゃるっていうか、もう100年以上経ってますよね。そうですね。何か変えない理由。初代が本当はオープンした時に、まだとんかつという言葉がなかった時代だったんですね。ここが実はちょっと大事なんだ。とんかつっていう言葉より、カツレツのが古い。そうです。ですよね。古いです。ですからコートレット、カットレットという言われてた時代がポークカツレツになり、とんかつになったわけですので、ですからやっぱり初代のその思いといいますかね、そのカツレツという、本当ですとポークカツレツって書くのが一番いいとは思うんですけども、カツレツというふうにメニューを書きましたので、その思いがありますんで、今も続けてカツレツという。初代がこのポンとお店を出す時に、やっぱり自分が仕事をされてたこの食材が頭にあ
あると思うんで、はい、カツレツも子牛でやろうと思ったんじゃないかなっていうのが私の実は推理なんですよ。はい、まあやったとも思うんですけども、やっぱりその関東のその流通のことも考えまして長くやっていかなくちゃいけませんので、それでやっぱりその日本人の口に合うその豚肉という馴染みのあるものを使って試行錯誤してやったと思うんですけども、そこで豚肉でやるときに、はい、子牛のところだったら脂身がないですよね。そうですね。それを豚肉でやろうとすると、はい、ロースはどうしても脂身がある、はい、ヒレだったらない。だから僕は最初ヒレをやったんではないかな、試しに。でもそうですかね。ありえますかね。まあヒレ肉もですね、当然その脂も筋もついてくるわけですね。でヒレ肉の場合は油を外す、筋も外すという状態で調理にかかるんですね。ロースの場合は大概の方はそのままこう切りっぱなしにして召し上がるんです。一番はやっぱりその火入れの問題なんです。その油筋、あと肉の部分っていうことを考えてきれいに掃除してより贅沢にという、その火入れと贅沢さと、要するに火入れっていうことは融点が違うと。そうですね、はい、晴れの日の食事ということも考えてそういうふうにやってるとは思うんですけどね。僕は実を言うとウインナーシュニッツェルもみんな薄いですよね。そうですね、はい、薄い時はその融点がそれほど大きな問題ではないですけども、やっぱり皆さんが満足するようなある程度の厚みでやろうとすると、必ずそうなってくるんで、だからそのヒレが頭にあったり子牛が頭にあったために、ポンタさんは油のところを取り除いてしまおうっていう風なことが浮かんだんではなかろうかなっていうのは僕の邪推っていうか推理なんですね。だから融点が違うところから出発したんじゃなくて、実際言うと1970年代の半ばぐらいだったんですが、東京のフレンチの、亡くなられたシェフなんですけどね、レストランで子牛のメニューを出してたんだけど、子牛が手に入んない時、ヒレを使ったんですって、豚の。誰もわからなかった。そうですかね。誰もわからなかったって内緒に言ってくださったことがあるんですよ。だからやっぱり豚のヒレのところと、子牛の肉とすごく似てるなと思ったところから使い出したっていうことも考えられるのかなと思って、だから簡単に言えばとんかつはヒレから始まったスタートは。でもすぐにロースの方が圧倒的なボリュームも流通もしてますんで、そちらに変わっていった。だからカツレツの前に豚でやるからポークカツレツ、ポークカツで、ポークカツのポークをトンに変えれば、トンカツっていう風になっていったんではなかろうかなって。また昭和あるとは思うんですけども、僕実は言うとつい最近テレビでヒレカツをテーマにする番組に出てくださいって言って、で2週間ぐらい時間があったんで、もう一回調べてみようと思って、調べるって言ってみれば自分が食べたところをね、元に考えたらふっと思い浮かんだのが、いやロースを使うより前にヒレを使う、それがウインナーシュニッツェルやなんかの子牛のお肉を真似してったところに近いんじゃない。日本人っていうのはそういうところの応用能力はものすごく上手なんで、なんではなかろうかなっていうのを誰にぶつけるよりも、柴田さんにまず誰にも言ってないです、これ。でどうでしょうかみたいなことを伺ってみようかなと思って。可能性はありますね。あると思われます。やっぱりこの一番は多分ヒレだと思うんですね。ヒレの問題で、やっぱりうちの場合はその脂身をその揚げ油に使いますので、脂身は全部取ってつまりラードに。そうです。ですからそれも考えてロースを選んでるとは思うんですけども。なるほど。ちょっとそんなことを言い出した人誰もいないんだけど、突飛なこと。そうですね。とんかつ小僧なんで、僕やっぱり小学生の頃から70年近くはもうとんかつにね親しんできた人間なんで、なんかとんかつから親切じゃないけどもう一回振り返ってみるのも大事かなと。絶対それにはもうカツレツの元祖ポンタさんに伺えばいいかなと思ってやってきた次第なんです。薄いカツレツっていうのは試されたことはあるんですか？あります。うちは低温から入るんですけども、薄い場合というのはやっぱり高温から入れて、で仕上げるんですけども、どうしてもその脂身に火が入らないまま上がりきってしまうっていうのがありますんでね。なるほど。そうです。いろいろ試行錯誤やられて。そうですね。あとはうちの場合はそのロースの真ん中しか使ってませんのでね、縦横に切りまして、
どれも真ん中なわけですよね。いいとこね。とロースカツの場合っていうのはこうある程度の形がありますけども、縦横には切れないじゃないですか。なるほど。どうしてもその脂身だけになってしまうですとか、そうするとあれはもうものすごく食べづらいですよね。一口で召し上がれないっていうものがありますのでね、そういうことも考えてると思うんですけども、僕はよく祖母に聞いた話は、やっぱりその贅沢なもの、外食に行くんですから、普段召し上がれないものを召し上がってもらいたいっていうのが一番なんですね。ですからそのもったいないですとかね、そういうことは度外視して最高の素材を最高の調理で仕上げるっていうのがモットーですよね。素晴らしい。はい。それはもう絶対負けない。そうですね。まあそういうふうにずっと言われてきましたので、でそれにはやっぱり仕込みを丁寧にしないとそこで到達しませんので。もう東京のカツレツの最高の文化財だとありがとうございます。思ってますんで、また今後通わせていただきます。よろしくお願いします。他にもポークだったらポークソテーもありますし、はいはい、あとは絶対洋食屋さんに必要なシチューものと、あとフライもありますんで、またお邪魔すると思います。またその時こちらよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございます。うまいのなんの。はい、実はポンタはカツレツだけではありません。有名なのはタンシチューっていうのがあるんですが、牛タンの一番いい部分を煮込んで、ドミグラソースですね、いわゆる洋食屋のソースなんですが、じっくり時間をかけて、しかもモダンに時代によって軽くしてる、香りを強くしてるっていう工夫があるんで、それはまたいつか次回お話を伺いに行きたいと思います。